前回スパルタ合宿で3つの課題をこなした赤門道場メンバー、河野塾イズムの現役東大生プロコーチによる直接指導もスタート。合格に向けてギアを上げていく。ある日、河野から門下生たちに指令が。赤門道場門下生の皆さん、こんにちは。河野源太です。勉強は進んでいますでしょうか？明日は直接指導の日ですが、皆さんにやってきてほしいことがあります。それは10時間の勉強を想定した勉強スケジュールの作成です。自分の苦手分野だったり伸ばしたいところだったり、今自分に必要なことを分析して作ってきてください。残り少ない受験生活、一日一日を大切に過ごしていきましょう。それではまた明日。こんにちは。おはようございます。相変わらず勉強してますね。お、髪切った？切りました。お、メガネも変わって。どうしました？ちっちゃくなってる。でもこれ一周回って。よし、一周回ってね。本日なんですけど、スタディ恒例の10時間勉強を皆さんにしてもらいます。まあ、毎日してますよね。10時間ね、別にずっと勉強してる必要はないので、外の空気吸ったり仮眠取ったり自由に過ごしてください。で、その中で自分なりの最大の進捗を生み出してほしいなと思います。皆さんには昨日トゥードゥリスト、やることリストを作ってくるよう指示がしました。やっぱりその勉強っていうのは中身も大事ですけど、その勉強計画っていうのも非常に大事になってくるので、その勉強計画がちゃんと立てられてるかっていうのも今回チェックしたいと思います。トゥードゥリストで大事なことは、まず優先順位を決めることですね。優先順位を決めないと、あれもやらなきゃこれもやらなきゃっていうので、かなり脳のキャパシティ取られるので、もう目の前にやるべきことっていうのを集中するために、優先順位をつけましょう。あとは動詞化するっていうのも大事ですね。例えば英単語っていうふうに書くんじゃなくて、英単語を覚えるなのか、英単語を書くなのか、それをちゃんと明確にする。じゃないと自分が英単語を何すれば終わりなのかっていうところが明確にならないので、動詞化してトゥードゥリストに落とし込みましょう。あとは細分化ですね。例えば、英単語も英単語だけだったら何をしたら終わりかっていうのが分かんないので、英単語の1から20、21から40みたいに細分化して、どんどんそのトゥードゥリストっていうものの進捗を埋めるように細分化しましょう。考えてきたトゥードゥリストを記入、河野のポイントも反映して今日の計画を決める。皆さんやることリストを立てられたと思うので、今から各々が別室に分かれて勉強してもらいます。10時間の質っていうのも見直してもらいつつ、1日自分が本気で頑張ったらこんなに進むんだっていうのを、今日を機に改めて1日の大切さっていうのを実感してほしいと思います。それではそれぞれの部屋にいってらっしゃい。今回10時間勉強にトライする場所としてカスタマカフェ代々木店をお借りしました。広々としたロフト付きの部屋もあり、勉強やリモートワークにも最適。学割もあります。なんか思った以上にホテルみたいな。普段はリビングでやってます。思った以上に広くて集中できそうです。普段は実習室にこもって会議やってます。今回受験生の皆さんにやってもらうことは10時間勉強です。僕はね、東大理科3類、医師国家試験、司法試験、公認会計試験など、いろんな難関資格に、挑んできて、そこで実感したのは、もうとにかくね、受験合格には勉強の量も質もどっちも必要っていうことですね。今回の課題を通して、受験生のみんなには勉強の量もで、その中でちゃんと質も高められるように、ぜひ頑張ってほしいなと思います。まずは仮眠。自由な勉強スタイルの後期。しかししっかり15分で起床しました。
第1回、第2回と赤門道場でも好成績を残している後期。河野も認めるほど基礎は固まってきています。そんな後期のトゥードゥーリストは過去問演習が中心。比較的もう自由に、もう仮眠したくなったら寝て、起きたくなったら起きてって感じで。元気はヘッドホンをしながらの勉強。そうですね、聞いてます。おすすめの洋楽プレイリストみたいな。本来家でやるときはもうスピーカーガンガンで、もう首縦に揺らしながら勉強します。過去の赤門道場でも数学で力を発揮していた元気。理系科目は安定していますが、国語や英語が弱点。元気のトゥードゥーリストは得意の理系科目にも触れつつ、文系科目が多め。お疲れ様です。10時間勉強始まりましたね。あれ、お二人は今何をしてるんですか？みんながちゃんと勉強してるかを監視しています。河野先生は？塾長ですか？塾長はですね、一緒に勉強してます。ちょっと僕も10時間勉強しようかなと思いますね。あんなに受験生が頑張ってて、僕が頑張らないわけにはいかないですからね。今日は地理を勉強しようと思います。僕は受験の時に日本史選択で地理全く触れてないっていうのと、赤門道場の受験生のうち2人が地理選択なんで、全く触れたことないのはまずいかなって思って、これを機に地理の勉強で一緒に頑張ろうかなと思います。集中力を見せる門下生たち。まもなく午前中が終わろうとしています。お疲れ様です。お疲れ様です。進捗の方はどう？思ったより進んでないとか、逆に意外と進んだなっていうのは。地理の面白い気持ちが文系より全然思わなくて、回答が結構ちゃんと書いてあるから、一個一個見ていくと、全然終わらない。私も地理の解き直しが2倍ぐらい時間かかる。そうよね。立てた計画が過酷すぎて。そうだよね。これあるあるで、自分これぐらい進められるでしょうって言ってたくさんやりたいことを列挙してほとんど進まないみたいなのはよくあることなんで、あと半年ありゃこんだけできるでしょうっていうのを課題評価で見積もってしまってる場合は、いやそんなことないよっていうのとはいえ、1日できることっていうものは振り返ってみればものすごい量にはなると思うので、多いようで少ないし少ないようで多いっていうのを今回を通して確認してみてください。で僕も実は一緒にやってたんですけど、僕は共通テストの地理の勉強をちょっとやってみようかなっていうので地理やる人3人いるのかな今回で。地理1回も触れたことなかったからやってみようかなと思って、で過去問1年分解いたら56点だったんでノーベンだとむずいなっていうので、系統地理の勉強を始めたところです。で60ページぐらい進んだのかな。じゃあお昼ご飯に移ります。皆さんランチタイムです。サンドイッチが入っているんで好きなものを選んでください。じゃあいただきます。みんな模試帰ってきた。帰ってきました。おお、どうだった？って感じ。悪くはない。良くはないけど悪くはない。いいんですけど、なんか暗雲型ちょめてるいいんですよ。ちょっと暗雲型ちょめてる。というと凹凸がやばいんです。できるところとできてないところがあったよね。ここはやっぱり古文漢文とかで起こして、ちょっとやっぱり古文漢文簡単だからね。簡単だよね。古文漢文ってあれ？待って、東大古文漢文簡単だなって思う人ってどれぐらい今現時点で？年によりません？そうかもしれないけど。他に比べたら
から点数取りやすいよね。ほぼ共通テストもぐらいの難易度の問題が聞き方変えて出されてるだけみたいなイメージあるからぜひそこで失点をなるべく減らしてもらえたらって感じ。なんか文化祭やったらしいです。文化祭がもう佳境だったらしくて忙しかったですね。なるほど。高3でもあるんだ。なんか希望者が劇団を組んで劇やるみたいな感じで、何ですかここは。なんも高3はまず行かなくてもいい。あ、そうなの。今のもう僕も聖光学院だったんだけど、なんか高3はむしろ受験に専念してほしいから来るなって感じだった。まあ受験も青春だからね。一つのことに打ち込んでね。赤門道場10時間勉強午後の部がスタート。ランチ以外休憩を挟まずにずっと集中しているみゆ。休憩取らないですね。普段も取らないですか？そうですね。取っちゃうとまた始めるのに結構労力必要なタイプなので。河野も現代文は継続的に勉強することを門下生たちにお勧めしていました。個人の価値観によって前回英語の要約がうまくいかず悔しさを見せていたみゆ。合格に向けて全力です。そんなみゆのトゥードゥーリストは全科目まんべんなく触れるトゥードゥーリスト。何をしていたんですか？あれは休憩です。休憩。はい。動画を見ていた。そうですね。途中でなんか笑ったりするとなんかリフレッシュになるかなと思ってちょっと面白い動画見てました。そんな新たは幅広い科目に少しずつ触れるトゥードゥーリスト。苦手な数学は一番に。数学だけが極端に苦手だった新た。受験までに克服するべくコツコツと。お疲れ様です。お疲れ様です。どこか出かけるんですか？ちょっと外の空気を吸いに散歩しながら勉強します。はい。うめえ。脳に染み渡るわ。自分に合った休憩スタイルを探すのも長時間勉強のコツ。桃香は復習に力を入れたトゥードゥーリスト。8月に受けた東大模試の復習が中心となっています。オンライン個別指導も活用。全科目バランスよく得点できるようになってきています。調べたりとかリマインドゥっていうアプリがあって覚えたいのを入れて、ね、なんか答えみたいにして一問一答を自分で作って定期的にまた来るんですよ。3日後とかで覚えてきたら1ヶ月後とかに来るアプリがあって、それ記憶定着がすごいのでそれを使ってやってます。地理とか歴史とか暗記系もう全部でやってます、はい。東京大学教育学部3年です。これゲンゲンさんと一緒なんですけど、多分意識してなかったですね。別にまあ勉強楽しかったっちゃ楽しかったんで、やれるだけやってたっていう感じですかね。もう朝起きて夜寝るまで、マジで一番は寝ることです眠くなったら寝た方がいいです。なんかそのままやっててもパフォーマンス維持できないし、あと僕の場合はその眠くなるから集中力切れるっていうんだったんですけど、まあ皆さんそれぞれにその集中力切れる原因があるって思うんで、みんなそれぞれ分析したらいいかなって思います。例えば、まあ、勉強時間長すぎるから集中力切れちゃうのか、嫌いなことやってるから集中力切れちゃうとか、まあいろいろあると思うんで、それに対して一個一個潰していくっ
っていうのが集中するポイントかなって思います。世界史やってて集中力切れたら、僕数学大好き人間だったんで数学をやる、一段落ついたらまた世界史に移行するっていうのが僕には合ってました。東京大学の文科一類です。10時間は最低確保するようにしてました。自覚ですね。東大はやっぱ一番上の大学なんで、相手もおのずとその才能がある人たちが多いと思うんですけど、そういう人を相手にする自覚が必要だと思います。多分東大受験をする層って中高一貫とかが多いと思うんですけど、中高一貫とかじゃなかったんで、そういう層がどれだけやってくるかっていうのが分からなかったんで、それをあえて自分の中で過剰に大きくすることで、自分にちょうどいいストレスを作って、そのストレスって結局勉強することでしか解消ができないんで、自分が自主的に勉強ができる状況を作るっていうのが効果的だったと思います。ないですね。できないっていう人は自覚が足りてないんじゃないかなというふうに思います。そろそろ夕飯時になったので、みんなにちょっとね、サバ弁当の差し入れをしたいと思います。サバは僕が司法試験受けた時とかもう毎日のように食べてたので、サバはね DHA や EPA など脳にいい成分が多いとされてて、勉強頑張ってる東大受験生のみんなに、これ仕入れていこうと思います。サバ弁当の差し入れです。どう勉強英語か地理と数学か。これがこうしてどうですね。何の勉強しますか？お疲れです。立ちながらね、今日差し入れです。ありがとうございます。いただきます。10時間お疲れ様でした。疲れたね。仮眠取りました皆さん。ちょっとお散歩に行きました。お散歩に行った。息抜きとかしてたもんね。そうですね。いろんなことに使ってました。世界史とかやってると、ビジュアルでやるとやっぱり覚えられるので、世界史教科書上でしか出てこない人とかの写真をちょっと見てみて、こんな人なんだっていう感じで記憶と結びつけてみたりとか。河野先生はどのぐらい進みましたか？結局280ページぐらいかな。でも共通テスト1年分解いて、その教科書400ページ中280ページぐらいで1冊は終わんなかったけど、とりあえずお疲れ様でした。お疲れ様でした。自分に拍手してあげて。今日10時間勉強しましたが、明日以降もぜひ10時間勉強してください。はい。できなくはないだろうっていう感じで思いましたね。いつも通りちゃんとやろうと感じです。楽しみでした。結構友達も10やってる子は多いんですけど、僕がそんなに長時間勉強するのがすごい苦手で、いつも7から8ぐらいしかできてないんで、今日10しっかりできたのは良かったなと思います。カメラのおかげで集中できました。こんなことはあんまないです。こんなことはあんまない。ぶっ続けは不可能なので、人間的に間にちょっと休憩とかそういうリラックスの時間を挟みながらって感じでやったんですけど、やっぱりそういうのが自分のには性に合ってるっていう風なのが確かめられた日に思いました。意外とやっぱ早いなっていう、ちょっと思ったより終わんなかったのがあるので、余計あっという間だなっていうふうに思いました。ずっとカメラで撮られてるので、緊張感も少し持ちつつ、比較対象がないので分かんないんですけど、いつもより集中でき、集中はできて、進んだかはちょっとあんまよく分かんないですけど。でも今日よくやれたなと思うのは、勉強する環境が整ってたことがでかいと思うので、これからはどうやって環境を整えていくかっていうのを考えていきたいという有意義な一日を過ごせたかなと思います。皆さん模試受けてくれたんですよね。だからそろそろ多分返却の時期だと思うので、その結果っていうのを LINE でぜひ皆さん教えてください。残り5ヶ月と短い受験生活ですが、今日10時間やってすごいね、1日の大切さっていうのを身に染みて感じたと思うので、残り5ヶ月、もうたった150日
同じ一日を過ごしたらあっという間にね受験も終わるということで、一日一日噛みしめて大切に過ごしてください。